鳥取県出身伊勢ヶ濱部屋玉鷲、モンゴル出身片男波部屋小結青錦、ウクライナ出身安治川部屋小結高安、茨城県出身田子ノ浦部屋、最後は関脇霧島、モンゴル出身音羽山部屋。日翔志、そして友風の一番です。日翔志が新入幕、ここまで0勝3敗、まだ初白星とはなりません。対する友風は再入幕、なんとかその初白星欲しいところですね。気合入りますね。立ち合いです。少しふわりと当たっていきました。少し状態が上がっていて友風が引きました。うまく叩き込みました。友風の勝ち。友風これで3勝目。日翔志が土俵。さあ親方、今の一番は立ち合いね、しっかりよく見た立ち合いでしたよね。友風はもともとこの引き技で上まで上がってきた力士ですからね、はい、よく見て、この後こう攻め込まれるタイミングを見て、この引きはたきですよね。初めてというかね、ではあります。なかなか完全な状態でこの新入幕を迎えている形ではありません。友風、私もちょっと今回資料をつけているときに、あれ体重が全然違かったんで、あれ先場所自分が間違えちゃったのかなって思ったぐらい結構残り腰がね、はい、持ち味ですからね、体重が落ちるとちょっとこう影響してくる部分もあるのかなと。そうですよね、そのあたりがどう出てくるか。ここまで錦木は0勝3敗とまだ白星は出ていません。十両の千代翔馬との一番です。呼吸が合いません。受ける形、千代翔馬もろ手で前についてくる、そのまま寄り切りました。千代翔馬の勝ち。錦木状態を起こされてなすすべなくという形になりました。左足の怪我などもありまして、でもやはりこう軽いですよね。ちょっとこんな相撲をあまり錦木から見ることがないんでね、調子が悪いっていうのも分かるんですけど、この体重、ちょっとこうウエイトが落ちた部分っていうのもね、かなりこう踏ん張りづらいわけなんでね、だからどうやっぱりこう向き合っていくかですし、特にこの小兵にかかる圧力っていうのはね、普通の力士に比べるともっと倍以上ね、負担かかってくると思いますからね。身長は173センチ、137キロという今場所翔猿。対する竜電が189センチ、157キロ。もちろん体格では竜電が上回りますが、さあそこを翔猿がどうついてくるか。深く入っていって右が刺さった。状態低い状況は翔猿。左の上手は竜電か。あとは前手争い。左も入りました。翔猿がもろ差しの形。竜電覆いかぶさる形で、さあここから前に出てくる。投げに行くか、すくい投げ。
右深く誘って投げに行くが竜電も粘る、前に出た、寄り切りました。翔猿の勝ち。粘る竜電、最後まで粘り切ったのは翔猿でした。竜電今場所初黒星となりました。いや、見どころいっぱいの大相撲でしたけど、はい、まあよくしのぎました。まずは立ち合いの差し手争い、すぐ右側翔猿入りましたかね。最初はね、前みつの方でしたけどね、だんだんこう右を深く差すことができましたけども、竜電はもうこの時左上手を取ってますからね、はい、ただこの竜電がこう右上手を探る時ですよね、翔猿はこの左手でその上手を取らせまいと意識をそっち側に持っていくんですけども、もうこの時には右からの投げを狙ってますよね。なのでこう意識は回しを取られてない方に向けてるんですけども、動きはだんだんとこの回しを取ってる方に移動させてきてるので、その辺がこう匂わせながら相撲を取るというのはやっぱり上手ですよね。はあ、そういった細かい。獅司は再入幕から4場所連続でこの幕内にはいますが、なかなか白星先行とはならない状況です。今場所はここまで成績は湘南の海の1勝、獅司の0勝です。かわしていった、変化を加えた獅司ですが、湘南の海が最後お腹でポトンといきました。湘南の海の勝ち。ここで西に白星が出ました。湘南の海2勝2敗です。するようなそんな寄り切りになりました。立ち合いの獅司ですがぶつかりませんでしたね。ぶつかってほしかったですね、はい、ちょっとこうねパワーとパワーのやっぱりこう見せ所というかね、そういう相撲を見たかったですけども、はい、いいですよね、はい、この小兵力士がねやっぱりこうぐっと気合い入れていくところっていうのはね、魅力ですよね。筋骨隆々、この辺りの肩の僧帽筋の筋肉も、三角筋もよく張っています。上腕二頭筋も素晴らしいですね。ボディービルダーに言うこともじゃないですか。すみません両力士ともに黒星は一つずつ先行となっていますが、さあこの一番頭から当たっていった朝紅龍、ここからの粘り、ちょっと距離を出す、左の前手で距離をつかむような朝紅龍、頭をつけます。明生は中に入りたいか、ここで中に入ってきた、左を差した朝紅龍、さあここから投げに行くが最後は明生の勝ち。重みで最後は朝紅龍を土俵の外へという形になりました。明生勝って2勝2敗、星を五分に戻しました。朝紅龍は1勝3敗。投げ技もしっかりとこう相手の体を崩しながら、横から攻めていくともっともっと効果的なんですけどね、こう力にやっぱり自信があるのかね、なんとかこう真っ向勝負でね向かっていこうとする姿勢はとてもいいんですけどね、はい、なかなか相手もウェイトもありますし、またこう強引に投げいってしまうとね、潰されてしまって怪我する確率も上がりますからね、はい、そうならないようにもっともっとこういろんなバリエーションをね増やしていくといいかもしれないですね。今場所はここまで2勝1敗、初日に朝紅龍に勝ちまして、2日目に翔猿に引き落としで敗れましたが、昨日明生に押し出しで勝っています。佐田の海、幕内通算が今場所で59場所目、407勝461敗というここまでの成績です。両者の対戦成績2勝2敗五分です。右の前につか佐田の海、
左も刺さりますが、ここで投げに行く時颯、ここで前に出た佐田の海の勝ち。お腹に乗せるような形でそのまま一気に前に出ました佐田の海。若さあふれる相撲と言っていいかもしれません。いや、すごいパワーでした。佐田の海勝ちました。3勝1敗。さあ親方、立ち合いから、立ち合いのスピード感とか間合いはね、時計当ての方がやや先手を取ったように感じたんですけども、踏み込まれてはいましたが、佐田の海関が前みつも引けてましたのでね、はい、最初の段階からしばらくの時はちょっとこう体の張りもあれかなと思ってたんですけど、はい、だんだんまた元に戻ってきたんでね。1991年生まれの33歳です。高安なども35歳で、先場所は優勝争いにもかかってきましたので、まだまだこれからどこかでまた盛り返してもらいたい正代狼雅の一番です。ここまで対戦成績は正代の3勝、狼雅の0勝です。低く入っていった狼雅、前みつを取りに行く。ここを食らって正代引いてしまった。ただ土俵際残る。ここから突っ張っていって右を差しにいった正代。ただ右が入っているか狼雅。動きのある立ち合いからのここまで。ここで左の上手投げ、正代の勝ち。豪快に投げに打って出ました。正代勝って3勝目。さあ親方にポイントなどを伺っていきたいと思います。ここで一旦離れたんですよね。離れましたけどね、はい、正代こそ本当にこの守りの強い力士というかね、土俵際で本当に粘り腰のある力士なんでね、そんなにこの危なっかしい相撲には見えなかったですけどね、ここ最近体の張りとともに戻ってきているような感覚、一時はね攻め込まれるとなすすべなく土俵を割る、はいはい、そういう相撲もちょっと多かったんですけどね、しっかり残してね、際とか攻め込まれた時なんかでもね、うまく俵を使いながらね、はい、回りながらまた勝機を見つけに行くんでね、土俵の使い方自体も上手です。ちょっとさすがに私も心配になって、ニュースを見てね、すぐ大丈夫かって精神的にどうだっていうことを送ったんですけど、本人からは大丈夫ですって一言ね、帰ってきてましたけど、やっぱでも心配ですよね。そうですね。テレビなどにもご出演されたりして、非常に明るい方であったのは皆さんもご存知だと思います。その中で今度は天国から見つめるお父さんお母さんのためにという御嶽海。前みつを取りに行く。ここでかいなを絞っていく。前に出た。圧力十分。ただここで美ノ海を返していく。左は美ノ海まだ刺さっていません。ここで巻き替えに行くか。動きはどうか御嶽海。投げに行くが御嶽海がなんとか前に出てくる。これは回し待ったになりました。ちょっと回しの方が今御嶽海乱れまして回し待ったです。さあここからの展開です。左がわずかに今刺さっていますが、この回しは取れている状況。美ノ海、回し待ったで一旦ストップしています。さあ高いタイマーを絞っていくが前に出続ける美ノ海の勝ち。寄り切りました。御嶽海も粘りましたが最後は美ノ海が頭を下げて勝利を収めました。
美ら海勝って3勝目です。さあ立ち合いから、当たった瞬間にね、美ら海がもうすでにいいところ前みつ引けてましたけどね、はい、そこところ構わず御嶽海がまず土俵際まで攻めていくといったところからの展開でしたからね、残して、ただ美ら海も終始この頭の位置はいいところについてましたからね、はい、ちょうど相手の顎の下あたりを狙いながらですね、じっくりじっくり、ただ強引ではありますけども、御嶽海もなんとかね、この前に攻めていく姿勢見せてたんですけども、やはりこの一旦この回し待ったが入るとね、はい、ちょっとこうタイミングここでドンと言われても難しい部分ってありますからね。動きが一旦止まるわけですもんね。また止まってた形も美ら海がいい形のまま止まってましたからね、はい、一回そこでなかなかこう大関に近い力士だって言われながらね、はい、なかなかそこにたどり着いてないっていうところなんでね。ただこの押し相撲、はい、やっぱりこう力士中心に私もね見てますけど、大栄翔がやっぱり一番正攻法ですよ。一番形も綺麗ですしね、はい、またこの怪我をしたことを機にね、番付奮起してあげてほしいなと思いますけどね。突き押し圧力十分という大栄翔、それに対して小兵の翠富士、どこかで肩透かしが来るか。さあ使っていく、ここで大栄翔引いてしまったか。中にスッと入ってきたのは翠富士、翠富士寄り切り勝ちました。立ち合いから大栄翔の状態を上げていったのは翠富士。立ち合い一気の大栄翔に対して翠富士、今日の一番に限らずなんですけど、はい、大栄翔やはり今場所こう突き放しには行くんですけど、なかなかその後の2手3手、手数につながってないなっていうところがね、どうしてもこう苦しくなると引いてしまう要因なのかなと思います。ただこれ177センチ120キロに対して金峰山が195の175、ちょっと体格差だけ見ますと親方もう大人と子供という感じには見えますけどね。まず立ち合いはそこ行くんじゃないかなって思うんですけどね。藤ノ川は大栄翔、美ら海、そして昨日は小兵対決宇良に敗れてここまで白星はありません。金峰山との一番、ちょっと気持ちが先に行ってしまったか。さあやはり綺麗に当たっていった、引いていった金峰山に対して前に出てくる。これは突き倒しましたか。藤ノ川の勝ち。いやー素晴らしい。最後は右手一発ですか。これなんですね。いや逆でもまず真っ向でいくところですよね、はい、小兵なのにやっぱりね、そうするとやはり小兵なんで引きたくなるんですよね、はい、上背の高い力士は。そこをなんとか揺さぶりながらね勝機を乱す。やはりこの小兵の相撲の取り方はね、やっぱこういう相撲の取り方がいいと思うんですよね。まず真っ向でいって慌てさせる、引いてきたところを今度は横にいなしたりして相手もバランスを崩すじゃないですか。そこをすかさずいってるんで、いやこの取り方は最後、はい、体勢が低いんで引けば落ちそうなんですけど、さっきもそうでしたけど藤ノ川も落ちないんですよね、引いても落ちないんですよ。で宇良もやっぱ落ちないんですあんまりね、なのでこう立ち合いでね出ることがポイントかなと思いますけどね。宇良隆の勝と注目の一番になってコメント欄も一気に多くのコメントが皆さんから来るようになりました。さあ注目、試合から低く入っていく宇良、手を伸ばしていくのは隆の勝、もろ手突き、ここでバランス崩れたか。最後は突き出し、あと足大丈夫でしょうか。そのまま土俵には上がります。隆の勝勝ちました。3勝目です。立ち合いから低く押し出して隆の勝の勝ち。隆の勝の腕がよく伸びていたように見えましたけど、親方いかがでしょうか。
隆の勝がうまく取りましたよね、はい、やはりこのお恥ずかしい話ですけどね、あそこで行司さんが、にぎにぎしくって言ってますよって、私、今日まで知らなかったんで、何のこと言ってるのかな、にぎにぎが入ったらって、ね、さっきおっしゃってた、にぎにぎって何のこと言ってるのかなと思って、取り組みをね、こう場内に響かせた後、最後の締めで、にぎにぎしくという。にぎにぎしく、はい、そのにぎわっている様子を言うんですよね。そうですね。にぎわいというところを、にぎにぎと。なるほど。じゃあもう今日なんかとてもにぎにぎしくね。そうですね。やってる状態ですよね。盛り上がっています。欧勝馬草野の一番。草野が前に出てきました。まだちょんまげ姿という草野。さあこれが後半戦。先場所新入幕、そして今場所は西の前頭6枚目、上位との対戦も可能性がある中で押し出しで勝ちました。さあ親方、立ち合いからこの草野の一気に前に出る姿勢、これがやはり草野の持ち味ですよね、こう当たって相手がこういなしてきても引いてきてもしっかり前についていけるというね、なんかこうにぎにぎしくって言ってる間に時間はやっぱりこう武道ですしね、もう心技体ですから、心が一番最初にある意味ですからね、弟が入ってきた刺激もありますし。そうでしたね、先場所もね、幕内上がりましたしね、ちょっと今場所は重量落ちちゃったんですけどね、でもやっぱりこの切磋琢磨していくね、これからもやっぱりいいライバル関係であり兄弟だと思うんでね、コメント欄でも弟のためにも頑張ってほしいというコメントも来ています。2勝1敗です、琴勝峰対する大野勝も2勝1敗と2勝1敗同士の一番。左を取りに行く、前に出てくるのは琴勝峰、毎日の争いか、右は入っています、しっかりと掴んでいる形ですが、さあ大野勝左の上手、右が入りました。ここを抱えるようにして琴勝峰、前に出てきた大野勝、ここで粘れるか土俵際、右左この前手争い、琴勝峰がここから体を半身にして喉輪に行く大野勝、さあ勝機はどこになるか、足が出てしまったか、大野勝の勝ち。最後土俵際足をかけて粘りに行こうという琴勝峰でしたが、俵のところ滑ってしまったでしょうかね。大野勝が勝ちました。3勝目ですなりましたが、さあ立ち合いからここで琴勝峰が一気に出るんですよね。やっぱでも腰高いですね、やっぱりこうやや膝は曲がってるんですけれども、こう半身でね、体半身になってちょっと強引な姿勢でね常にいましたからね。一方でこの大野勝が徐々にこのいい形を作ろうともうここの辺からしてますよね。で多少この強引な投げね、やっぱこれ危ないんで本当にやめてほしいなと思うんですけど、今日一つ言えるとしたら引きに行ったりとかそういうね後手な相撲ではなかったと思うんですけども、攻めないですよね。全然この後やはりこの自分の流れを作りにいってるのは終始やっぱ大野勝でしたよね。最初の出足はなんとかね琴勝峰が先手を取ったのかなっていう感じでしたけども、もうこの辺だったらもう体は半身ですし、なかなか足も踏ん張れないですし、そうでしたね。やっぱり先場所のいいところをしっかりと力もつけてきているという一山本。今場所は西前頭5枚目、先々場所が自己最高の前頭4枚目というところまで行きました。あれ先場所でしたかね、良さですよね。それがまた良さですからね、一山本の。さあ対するは若元春です。4場所連続の平幕という状況、西前頭の4枚目、ここまで2勝1敗、一山本は1勝2敗です。さあ立ち合いから頭を打って当たっていって、さあもろ手突き、ここをうまくかわしたのは若元春。
一山本ものど輪で一気にそのままいけるかというところではあったかもしれませんが、若元春が土俵際うまく体をひねっていきました。天勝ちの突き落とし。若元春の勝ち。立ち合いから一山本どうでしたか？いや踏み込みも良かったですしね、腕もよく伸びてたと思うんですけども、回転のある突きというよりは腕を喉輪のあたりに平戸海140キロもあるんですね、はい、意外にあるんだな。このお腹の張りが平戸海の特徴でもあると思いますが、横から見ると両力士ともによく張ってます。平戸海が先場所7月場所は8勝を挙げました。勝ち越しに成功しています。1勝2敗の熱海富士、2勝1敗の平戸海、対戦成績熱海富士の3勝、平戸海の5勝です。前に外に行くか、右が刺さったか、平戸海ここで体を絞り上げに行きます。さあ前に出てくる、ここで入れ替わった。残ったのは平戸海、前に出ようという平戸海ですが、熱海富士もしっかりと腰が重い状況、前に出た前に出ると残る、まだ残った、まだ攻め続ける平戸海、攻め続けてガンやって最後いった、寄り切りました。平戸海の勝ち。いやこれきついっすよ平戸海、よう頑張りましたね。192キロの熱海富士を何度も揺さぶりながら、素晴らしい。さあ改めて立ち合いからいい形で中に入っていきました平戸海です。これ回しね引けてますけど、まともに正面にね四つ組んでますからね、これきつかったと思いますよ、はい、本当に相当重みもありますしね。ただやはり終始この熱海富士よりも平戸海の方が回し一つ分ね下にありますよね、はい、だからこれが攻めるにあたっては小兵の良さで下から上に攻めることができるんですけども、熱海富士もやっぱ体重ついてる分ねここでなんとかしのいで残したんですけどね、はい、それでもやっぱり攻めることですしね、はい、そして引いても落ちないですからね、このレスリングで培ってきたこの体幹みたいなものはね、はい、この大相撲の世界でも大いに生きてますよね。相撲と並行して8歳から7歳までレスリングも経験していました。ウクライナの国内大会でも優勝経験があるという青錦。青錦は今場所大の里には敗れましたが、昨日琴櫻に押し出しで勝って殊勲の白星を手にしています。さあ立ち合い、ここも低く入って上体を起こしに行く青錦、左入った、深いところ振って投げた、王鵬の勝ち。潰すような形で投げに行きました。王鵬勝って2勝目。青錦は敗れました。ただ王鵬も状態上がらなかったんですね。でも中に入ったのはやはり青錦だったわけで、下からやはりいつも通りの形を作っていく中で、あえて落ちない、引いても落ちない、起こしても起きない相手に対して相手に合わせることなくね、この上から力技で20伏せに行くっていうのは結構対策でいいかもしれないですね。そうですか。ここからなんですけど、やはりなかなか白星につながらないとね、調子も乗ってこない部分もありますしね、とはいえ体は張ってそうなんですよ、見た感じ。なのでどっかで歯車が噛み合えばね、また高安関らしい相撲が見れるはずなんですけどね。そのあたりはベテラン35歳、もちろんきっちりと3月場所は12勝技能賞を手にしました。大の里との優勝決定戦もあり敗れましたが、きっちりと結果を残し、先場所7月も10勝、11日までは8勝で優勝争いも
繰り広げていた高安。三役同士、中に入っていく、切れ味抜群若隆景、右が入った、苦しい展開か高安、ハイナを締めに行きますが、おっとここで弾いたか、ただ最後は寄り切りました。若隆景の勝ち。若隆景が2勝目。ちょっと最後寄り切られるところ、高安力のないようにも見えました。高安はまだ白星なし。これで初日から4連敗と回しに押し出しで敗れましたが、今日は勝利、2勝目を手にしました。立ち合いの若隆景の切れ味、ここからですね。まあしっかりは若隆景がね、形を作る。連続の関脇霧島対する豪ノ山はここまで0勝3敗。やはり立ち合いから豪ノ山は一気にという相撲ですかね。止まっちゃだめだと思いますね、特に回し引かれたらもう霧島のペースに持ち込まれると思うのでね、立ち合いでどこまで豪ノ山が押し込めるかというところですかね。豪ノ山が4勝、霧島の3勝と一つ星は上回っているという対戦成績。さあ立ち合いから、気持ちが流行ったか豪ノ山、仕切り直します。立ち合い合いません。2度目の突っかけ。豪ノ山もねちょっと豪ノ山は立ち合い一気でいきたいところ。さあ爆発力を見せられるか。一気にいった。ここからの圧力、ここで切りたがうまく引きました。霧島の勝ち。霧島初日から4連勝。立ち合いが2度合わずというところではありましたが、3度目の正直ちょっと合わない中で、さあ3度目の立ち合いというところでしたね。はっきり言って押し相撲は1回待ったするとだいたい力半減、またその後待ったするともうさらに半減するぐらい集中力もやっぱ切れますしね、それだけ最初の一番にかける思いっていうのは強いんですよね。なのでこの2度の待ったっていうのは影響なかった立ち合いからね、踏み込みにいかないと、これ玉津関も力ありますからね。やはり立ち合いのその踏み込み、魂も立ち合いからもろ手突きで一気にきますからね。そこをねしっかりと踏み込んでほしいですし、宇宙人玉足とか本当に衰え知らず、皆さんの声が上がっています。さあ立ち合いです。時間いっぱい。差しに行って、ここうまくかわした琴櫻の勝ち。対玉足には10連勝になりましたが、大きく勢いそのままに土俵の外に出てしまいました玉足。ただ今立ち上がりまして、どうでしょう、体など何事もなかったかのようにはそのまま土俵の上に上がってきました。琴櫻が勝ちまして3勝目を手に。琴櫻の勝ち。爽やかなこの立ち合いから、玉鷲関がねしっかりと踏み込んだいい立ち合いでしたけどね、なんとかこの琴櫻がその立ち合いを受けしのいで、横にねうまいこと体を開けましたのでね、良かったです。そうなんですよね、ボクシングでも力抜いてるから相手にパンチが伝わる、なので思いっきりこの仕切り戦で力んで仕切ってても 100% の立ち合いってなかなかできないので、あそこでどれだけ抜けるか、あえて力を抜けるか、そして当たる瞬間にどれだけ 100% 持ってこれるかっていうところが立ち合いの最大の魅力なんで、白鵬そこを十分にね今日発揮してもらえたら、また先場所のような相撲がね、もしかしたら見れるかもしれないので期待したいですよね。その力み、極限の緊張感の中でどう抜いて
自らの良さを出せるか。22歳の伯桜鵬対する25歳横綱2場所目、横綱としての初優勝がかかります大野里。コメント欄でも引くなよ引くなよ引くなよってやっぱりたくさん大野里に対しては来ています。ちょっとダチョウ倶楽部のようにもなっていますが、さあここはきっちりと引かずに大野里受け止められるか。伯桜鵬は力みなしでこの立ち合い。当たっていった。前に出る大野里、捕まえたがここで引いた。伯桜鵬前に出る。まだ圧力をかけていくが伯桜鵬軍配。伯桜鵬勝った。土俵際の粘り、これで2場所続けて大野里から金星、価値ある1勝。4日目にして横綱に土がつきました。最後はうまく体をひねっての突き落とし。大野里も攻め続けましたが伯桜鵬も変わらず攻め続けたという。改めて立ち合いから詳しく伺っていきたいと思います。立ち合いはね本当にパワーとパワーがぶつかるねいい相撲でしたけども、その後伯桜鵬が攻めて土俵際横綱がなんとか体勢を立て直していこうとしたような相撲でしたけどね。今日の一番横綱確かに引きはしなかったんですけども、逆に攻め急ぎすぎてます。もっともっと落ち着いてね、もうこの伯桜鵬に中に入られてもですね、この体勢、この時にやはりこの土俵際ちょっと攻め急ぎすぎてる分伯桜鵬のこのひねり技っていうんですかね、体をうまく開きながらねいった技が通じてしまいましたよね。阿炎のこれまでの金星を見ていきますと白鵬から1つ、そして鶴竜からも1つ、照ノ富士から1つ、そして豊昇龍から今年に入って5月7月と連続で金星を奪っています。その辺りは豊昇龍としても気持ち的にもちろん関係ないというふうに自分では言い聞かせるかもしれませんが、少し取りづらさはあるかもしれません。そしてねこの阿炎がまだ初日が出てませんけどね、今場所の初白星が横綱とかねこの一番で取ることができれば、また一気にこの後の流れもね阿炎自身が変わってくると思うので、そういった意味ではね阿炎にとっても大事な一番ですよね。西の前頭筆頭で臨みます阿炎、琴櫻、霧島、大野里と上位陣に敗れています。今日も横綱戦、さあ注目の一番。豊昇龍勝ちました。豊昇龍が4連勝。これで霧島、豊昇龍が土つかずの勝ちっぱなし4連勝となりました。立ち合い阿炎どうしたんでしょうか。変化ですか。変化ですね。立ち合いから本当それにつきますよね。変化で残念、負けてなお残念って感じですよね。もうこれは悔やまれる相撲というよりはもう自分で招いてしまった負けですのでね、もったいない、本当もったいないというか、横綱相手ですからね、しっかりとやっぱり当たってほしかったですし、そうですよね。そしてこの変化しましたけどね、立ち合いの先手を取ったのはやはり横綱でしたよね。しっかりとこの当たっていってたので、その変化にもね、ちょっと残念でなりませんね。結構楽しみにしてたんで。豊昇龍が押し出しで阿炎を破りまして4勝0敗、明日は熱海富士戦、阿炎はこれで4連敗ということになりました。明日は若隆景戦。豊昇龍も、阿炎には2つの金星、しかも5連敗中という中で、もう本当にここにかける集中力っていうのは
だいぶ感じましたけど、そうですね、まあ流れの悪い相手でしたけどね、いい勝ちパターンというかね、いい勝ち方ができたんですか、今日は。現在、弓取り式が行われていまして、今日のこの土俵、最後は締めくくりました。最後はね、何かもっと期待感があっただけに、変化の阿炎というところで残念な一番ではありましたが、ただ、その一晩前、伯桜鵬が大の里からこれで金星2つ目ということになりました。この後は今日の取組をたっぷりと振り返ってまいります。